すみません。起こしてしまいましたか、マリさん。大丈夫なの。それより、しのちゃんは大丈夫？お腹痛いの？いえ、健介様のことを考えていたら、お恥ずかしいところをお見せしてしまいました。気にしないでいいの。しのちゃんのそういうところ、マリ好きなの。そうですか？マリ、そういう気持ちってよくわかんないから、ちょっと羨ましい。健介様のことはお好きなのでは？健介は好きだよ。大好き。ギュッてされると嬉しいし、一緒にいたら自然にお顔がニコニコになっちゃうの。でもこうやって離れてるのも必要なことだからって考えちゃうから、寂しいってよくわかんないの。ああ、その気持ちよくわかります。そうなの？ええ、私も健介隊に入る前、美濃にいた頃はそうでしたから、あらゆることを自分の感情に入れず、必要なこと、必要な流れをただ考えて、ひたすらに最善の一手を打ち続ける。それがあの頃の竹中半兵衛でしたから。そうだったの。ええ、失礼を承知でお伺いしますが、吉本公が田楽狭間でクオン様に討たれた時、マリさんはその知らせを受けても一度も泣かなかったのではありませんか？なんでわかったの？マリ、その話ってした？いいえ、ただ昔の私であれば泣かない、いや、泣き方がわからないだろうと思っただけです。吉本公は上洛を望み、志半ばながらも自らの意志を貫いて亡くなられたのですから、武人の最後としては無念ながらも良い最後と言えるでしょうし。マリもそう思ったの。だから残念だったなぁとは思ったけど、涙は出てこなかったの。安吉や他のみんなの時もそうだったの。みんなは自分の役目を果たしたんだって。では健介様がもしそうなったら？わかんないの。それに健介はマリが守るから、健介が死ぬ時はもうマリもこの世にはいないと思うの。そうですか。マリもいつかシノみたいになれるかな。マリさんはまだ経験が足りていないだけだと思いますよ。経験？同じ道を通ってきた私が保証します。むしろ私はマリさんのように健介様を守れると言い切れたり、素直にいろいろなことを言えるところが羨ましいですが。マリは考えたことをしてるだけなの。健介、そういうのをシノがしてもきっと嫌って言わないと思うの。頭では分かっているのですがね、実行するのはひねくれ者の私ではなかなか。シノはひねくれ者なんかじゃないの。すっごく可愛いの。健介様と同じようなことをおっしゃる。マリも少しずつ変わってきてるの。きっとケイスケやシノやみんながいろんなことを教えてくれるからなの。でしたらすぐに私のようになってしまいますよ。本当に？良いことばかりではありませんが。それでもいいの。楽しみなの。ねえシノ、今日は一緒に寝てもいい？マリ、シノともっとお話ししたい。ええ、私もマリさんのお話もっと聞かせていただきたいです。あ、健介様。
ちょっとシノのこと考えていまして。健介様、ご存知ですか？シノが、健介様がこういった任務に就いたとき、夜にいつもこっそり泣いているのを。武士の妻ですから、そういうものだと理解はしていると言っていました。そうならないよう万策整え、それでもダメだった時の覚悟もできていると。新参の私でも、あやなちゃんやまりちゃんのように、剣の腕を磨いておけば、もっと健介様と一緒にいられたのかなって思うくらいですから。構いません。私はこうして、健介様とお話できていますし。以前、健介様もおっしゃっていましたよね。シノと私、一人では足りない。二人の力が必要になると。今が、その時なのだと思いますから。そう言っていただけるだけで十分です。でも、シノやマリちゃんが戻ってきたら、二人にも言ってあげてくださいね。今日はお話できて嬉しかったです。明日からの作戦もありますから、健介様も早く寝てくださいね。さすがに、今日はシノに悪いです。でも、この戦いが終わったら、たくさん可愛がってくださいませ。今のお話、シノには内緒ですよ。健介様、言われた通りの一番太い鉄釘買ってきました。はい、多くの座が春日山を離れて以来、物品の流れが滞っているようで数は揃いませんでしたが。相変わらずひどいありさまですね。ずっと城に詰めていましたからね。あの町の人たちって何か悪いことしたんですか？マリちゃんたちから話は聞いていましたが、そこまでですか。そんなにひどいのかい？春日山は。大津で会って以来だね。
また会うなんて奇遇だ。痛いところをつくね。これも被災なるがゆえってやつさ。そういうことさ。だけどまあ、越後はこのありさまと来たものだ。世も末だね。長尾が内輪もめをしていると聞いて、良い士官の口があったものだと来たんだが、影虎は兵の募集を終えているし、春影の春日山はこのざまだし、困ってしまってね。君もその口かい？あればとっくに私が赴いているさ。確かにどちらも落ち着いているようだから、そろそろ大きな動きがあるかもしれないね。ただ安定している分、士官の口を探すのは至難の業だろうけど。そうだな。あと引き止めて悪かったね。それじゃあまた縁があれば。可愛らしい奥さん大事にしてやりなよ。私、ケンスケ様の奥さんですって。でも、誰なんです？この間潜入した時にお知り合いになった方ですか？そういう意味でもご同業ですか。ケンスケ様、買い出し終わりました。言われた通りのもの買い揃えてきたですよ。ひふみちゃん、こんなところにいた。やあ、恋。そっちの様子はどうだった？ひどいものです。あの春日山がまさかこのようなことになるとは。影虎の底も知れたというものです。ひふみちゃんはどうでした？似たようなものさ。ただ親方様や天蠣様にちょっとした土産を一つ見つけたけどね。お土産、何ですか？内緒。もう、ひふみちゃんはいつもそうなんですから。この辺りが春日山の裏になるんですね。確かに険しいところですね。この3日間一通り訓練は受けましたけど、こんなところを本当に登れるんでしょうか？その基礎も3日しかしてないんですけど。それにしても健介様はどうして崖登りなんてできたですか？修行？やっぱり健介様、草の一族だったのです。
名前くらいは。貝と駿河にまたがってそびえる産地ですよね。それはまさしく修行ですね。アヤナもこのくらいなら楽勝です。三河のサンガで育ったんですから、そんなの素手でやれるのが三河武士として当たり前なのです。ねえかよ。いや、私はそこまではちょっと。訓練もしましたから、ここくらいならなんとかなりそうですけど、これ以上厳しいとちょっと。あれ、登るのはここからじゃないです。地図によると、ここが目的地に最短で到着する場所のようです。先行でヒヨとコナミちゃんが来てるはずなんですが。ケンスケ様、こっちです、こっち。誰も使ってる様子がなかったので、ここにいればいいかなって。食料なんかも運び込んでおきました。周囲の見回りに出ています。そちらも抜かりなく。食料に長い縄、あとは刃物がいくつかと小さな土。こちらで揃えられたのはこれだけですが、大丈夫ですか？これで壁を登るんです。すいません。必要な長さは今日の分で揃ってると思うんですけど、追加分は加工がまだ。今回の作戦には間に合いそうにないですけど、どうしましょう。わかりました。けど、ケンスケ様、本当にこんなところ登るんですか？思った以上にまっすぐなのです。無理なんて言葉はアヤナの開始には書かれていないのです。今日からはここで訓練なのですよね。ならその間に何とかするのです。アヤナはやればできる子なのです。任せるです。ただいま戻りました。ご主人様、もうお着きだったのですね。周りの様子はどうでしたか？はい、さすがにここから侵入する者がいるとは思ってもいないのでしょう。監視はさして厳しいものでもありませんでした。
人の動きの流れですね。了解しました。わかったです。ケンスケ様、ここはこんな感じでいいです？ケンスケ様、この葉本当に潰していいんですか？誰です？自分です。はあ、それが少々面倒なことに。城内の警戒が厳しくなっている？はい、どうやら先日のコロ殿の侵入騒ぎから警備を増やしたようで。まあ普通増やしますよね。いえ、目標の場所は変わりありませんでした。ここの真上の直江屋敷となります。接触をしたですか？いえ、ひとまず姿を確認した後、城内の警戒網の調査を行っておりました。はい。ではこれからどうしますか、健介様。了解しました。ならその間にこちらの作業もですね。ご主人様、皆様の作業は？健介様、ご飯の支度できましたよ。今日のご飯は何です？今日は時間もなかったから簡単にお鍋ですよ。やったのです。鍋ですか。コナミはお鍋は嫌いですか？いえ、そういうわけではないのですが。定時連絡に行ってきます。コナミ、健介様と一緒にご飯を食べるのまだ苦手なんですね。お鍋美味しいですのに。コナミは恥ずかしいんですよ、健介様と一緒にご飯を食べるのが。そうか、そちらは順調か。こちらもつつがなく進んでおる。ではな。コナミ殿ですか？主様たちは万事順調に進めておるそうだ。さようですか。双葉様は里いお方です。ご心配なさらずとも、あちらも万事つつがなく進んでおりますよ。むしろ公方様よりつつがなく進めていらっしゃるのではないかと。であれば良いのだがな。ご心配は延暦寺の生草どもですか？荒野はまだなんとかなろうがな。双葉はともかく苦を申るし、奴らと反りが合わねばそれこそ焼き討ちにでもしかねさすがにそこまでは。主様のおかげで鳴りを潜めておるが、あれも根元は人修羅と同じよ。魔王とでも呼ぶべき気性を備えておる。はてさて、クオン殿が魔王なら公方様は？魔王でも修羅でも構わん。今の世は主様のものじゃ。その主様も今は山の向こうですか。はよう雑多なことを済ませて、主様と抱き二天のごとき日々を送りたいものよ。それこそ夜叉ではありませぬか。魔王に夜叉と、
健介殿も大変な方々を妻にお迎えしたものですな。健介様、変な声出さないでくださいです。あやな、危うく落ちてしまうとこだったですよ。大丈夫ですか？それじゃあ健介様、私もここまでですから、あとは頑張ってくださいね。了解です。脱出の支度は万端整えておきます。わかったのです。命綱は任せるです。健介様、この小刀は足場にしていいやつです？健介様、お疲れです。健介様は案外ひょろっこなのです。鉄砲の音が聞こえたです。城には近づきすぎるな。鉄砲と声で挑発するのみにせよ。こんな感じでいいのかしら。はい。健介様はすでに春日山への侵入を始めていますので、城内の目と意識がこちらに向けば、あとは何とかしてくださるかと。へえ、あれだけ毎晩おこごと漏らしてたのに、あいつのこと信頼してるのね。私たちのお頭、いいえ、旦那様ですから。大将、白型が釣れたっす。釣れた釣れた。出てきたのですか？バカだって思うでしょ。正直私でしたら籠城して無視を貫きますが。だからあいつらに越後を任せたくないのよ。バカだからすね。あとはシノの作戦通りでいいっすか？ええ、好きにやっておいで。こちらの護衛は頼もしいのがいてくれるから。はいっす。ザクロにお任せっす。頼
むわ。松葉もお願い。わかった。あの二人に任せて大丈夫でしょうか。釣った白型に逆に釣られるかもしれないけれど、大丈夫じゃない？あの子たちもあれで越後の要を張ってるんだから。念のために向こうが陽動に乗ってきただけの場合と、それが罠だった時の対応も授けてありますから。攻めるのに夢中でちゃんと覚えてるかしら。ボタンは健介隊にもいますので、それについても織り込み済みです。あなたも大変なのですね。本気で攻めるわけじゃないんだし、そのあたりは2人も心得てるわよ。ダメなら私が出るだけだし。それも困るんですけど。それにしてもちゃんとした軍師がいると楽ね。2人とももうずっとうちにいたら6は弾むわよ。申し訳ありませんが、遠慮しておきます。マリも健介がいいの。即答ね。そんなにあいつがいい？健介様には死ぬべきところで一度命を救われております。その時から私の命はあのお方のものになりましたから。あらそう。残念。ところで半兵衛、あなたの見立てを聞きたいんだけど。何でしょう？空とアイナの門沸かし成功すると思う？成功するかどうかと問われれば、可能性は高くないと言えるでしょう。そう。しかし健介様は成功させるでしょう。あのお方はそういうお方です。なるほどね。